ある村の家の床に奇妙な顔が現れた。そんな話を信じるだろうか。それはスペイン南部にある小さな村、ベルメス・デ・ラ・モラレだ。のどかな農村地帯にひっそりと佇むその村で、1971年、ある不可解な事件が起きた。家の床に突如として人の顔が現れたのだ。最初にそれを見つけたのは、この家に住むマリア・ゴメス・ペレイラという女性だった。彼女がいつものようにキッチンの床を掃除していると、足元に何かが浮かんでいるのが目に入った。それはじっと彼女を見上げている人間の顔だった。くすんだ灰色のコンクリートの中から、目鼻立ちの整った男の顔がぼんやりと浮かび上がっていた。驚いたマリアはすぐに雑巾を取り、力いっぱい拭いた。こすり落とそうとした。だが顔は消えない。むしろ時間が経つほどに輪郭がはっきりしていくのだった。気味が悪い。夫と息子はすぐに床を削り取り、新しいセメントで塗り直した。だが数日後、同じ場所にまた別の顔が現れた。そして今度はその周囲にも新たな顔がいくつも現れ始めたのだ。村は騒然とした。悪魔の仕業だ。この家は呪われている。そんな噂が広まり、見物人が押し寄せるようになる。家主の家族は困り果て、ついには警察に連絡した。地元の役場、新聞記者、神父、オカルト研究家、さまざまな人々がこの顔の家を訪れた。専門家たちは顔の成分を分析した。人為的な絵の具や化学物質の使用は確認できない。そんな調査結果も出た。だがそれは全てを納得させるには不十分だった。なぜならこの現象は止まらなかったからだ。顔は一つまた一つと増えていき、中にはこちらを睨みつけるような怒りに満ちた表情もあった。その顔には感情が宿っているように思えた。誰かの悲鳴が聞こえてくるような、そんな表情をしていた。ある霊媒師は床の下を調査することを提案した。許可が出て家の床を剥がし、地下を掘り返してみると、なんと人骨が出てきたのだ。時代はわからないが、数体分の人骨。戦争の犠牲者なのか、あるいはこの土地で葬られた者たちなのか。
それはわからない。だが一つだけ確かなことがあった。この家のある場所はかつて墓地だったという歴史が後に判明したのだ。顔の現れた床はもともと死者の眠る場所だった。その上に知らずに家を建て暮らしていた。そして忘れ去られた魂たちが今もそこに顔として現れているのではないか。ベルメスの顔は今も消えていない。年月が経つにつれ顔の数は変わったり薄くなったりしたが、それでも完全に消えることはなかった。この現象はパレードリア、錯視や心霊現象としてさまざまなメディアで取り上げられ、世界中に知られるようになる。一部では住民の捏造や観光目的の仕掛けだという意見もある。だが決定的な証拠はどちら側にも存在しない。人は顔を見たとき、そこに心を見てしまう。目の奥に何かを感じ取ってしまう。ましてやそれが生きているかのようにこちらを見返してきたとしたら、それはただの現象では済まされない。一体誰の顔なのか。なぜそこに現れたのか。何を訴えようとしているのか。答えは誰にもわからない。ただ静かに黙ってこちらを見ているだけ。ベルメスの顔は今もスペインの小さな村でひっそりと、しかし確かに存在している。あれから50年以上の時が流れた。ベルメスの家は今では心霊スポットとして知られ、世界中の観光客やオカルトファンが訪れる巡礼地となっている。科学者たちも何度となく調査に乗り出した。人工的な着色、湿度の変化、光の錯覚、さまざまな仮説が提示されたが、いまだに明確な結論は出ていない。ネットにはこんな噂も流れている。床に現れる顔には微妙に表情の変化があるらしい。深夜2時、部屋を真っ暗にして顔を撮ると声が入る。実はこの村には顔の出る第二の家があるが、地元民しか知らない。中には人為的なトリックやペレーラ家の演出だと主張する者もいる。だが誰一人としてあの顔の正体を説明できた者はいない。目、鼻、口、まるで悲しみや怒り、恐怖といった感情の記憶そのものが床に焼き付いたかのように現れては消え、また現れる。
その家に立つと不思議と自分も見られているような感覚になるという。目を合わせてはならない。話しかけてもいけない。その顔があなたの心を覗き返す前に、あなたの足元にも何かが浮かんでいないか。おしまい。